前列ゾーンゼロ予告特番へようこそ。お話は前回の続き。例の爆破事件ですが、容疑者のパールマンは行方不明。裏情報ではもう郊外に逃げたとか。今日の番組もこの果てしない郊外からスタートです。お前は誰だ？最新情報をお届けする情報屋ミスター Z です。ご覧の通り、この郊外こそが新バージョンツール・ド・インフェルノの舞台です。郊外といえば新エリートの外周で活躍するカリドーンの子ですよね。実力者揃いでホロー経由で物資を運ぶチョトツ猛進という運送会社をやっています。すでに何人かのメンバーと会ったプロキス様も多いかもしれません。今日はカリドーンの子から新しい仲間を2名招待しました。若きドンシーザーとバーテンダーのバーニスです。どうやら遅刻のようです。結構払ったんですけどね。新バージョンの紹介は私だけでやることになりそうです。気を取り直して始めましょう。まずはここが集合場所か。あれ？ミスター Z がいないよ。まさか遅刻？ここにいますよ。お、ミスター Z 無事か？遅刻はともかく、こんな風に登場するなんて台本にはありませんでしたよ。こっちの方がかっこいいでしょ。さすが郊外で最も名高い走り屋、運送会社の代表ですね。プロ騎士の皆様にご挨拶をどうぞ。やあ、俺様はシーザーだ。出られて嬉しいぜ。やっほー、プロ騎士のみんな、バーニスだよ。今日はミスター Z とバージョン 1.2 を紹介しちゃうから。時間通りのご登場ですね。では早速始めましょうか。テレビの前にラジオの前、それに会場にいる熱き燃料バカたち、みんな大好きジョニー・ジョニーだよ。30年前か40年前、はたまた50年前、炎の海に落っこちた英雄が奇跡の帰還を果たした。そしてもうあと何分かしたら、新たな英雄が再びツール・ド・インフェルノで快挙を成し遂げるの。ルールはシンプルで、先に儀式をやり遂げた猛者がすなわち次の覇者だ。ツール・ド・インフェルノレーススタート。ちゃんと自己紹介しとこう。俺らはカリドーンの子、俺様はここのドンシーザー。俺様は一歩も引かねえ。警告、エーテル濃度の急激な上昇が検出されました。弱者脳なしももうとっくに時代から見捨てられてるんだよ。エーテルの力さえあれば、僕はリーダーのいない郊外に新たな秩序を打ち立てられる。僕の指先一つで動く王国をな。ここに来たのは約束を果たすためだから。俺様に任せろ。シーザー、待ちなさいってば。素晴らしいですね。広大かつ荒涼とした郊外に暗雲が立ち込めているようです。郊外のことはお二人の方が詳しいでしょう。少しご紹介いただけますか？任せて。郊外はね、新エリートの都心から離れた未開発地域の通称だよ。ヤヌスクよりも遠くて都市にはない砂漠みたいな景色が広がってるの。都会ほど栄えてないけど、ここにしかないもの、石油があるの。旧文明でおなじみの化石燃料。郊外の人たちは
エーテル物質じゃなくて石油に頼ってて、都市の企業に売ったりもするよ。キュートがあんなことになって、辛い記憶や治安局から逃げたい人が来る場所にもなってるんだ。そんな郊外は都市と違って広い分みんな散らばって住んでるの。そういう人や物をつなぐのが走り屋ってわけだ。郊外で生きる上で欠かせない存在だからね。信頼されてて情報通でもあるってわけ。走り屋は郊外の大切なメッセンジャーと言えるんですね。なあ、そん中でも俺らカリュドーンの子が一番だぜ。まあゆくゆくはって感じかな。ですが実際チョトツ猛進は郊外での有名な運送会社と言えるでしょう。何しろ危険なフォローを通って物資を運べる会社は限られてますから。その通り。餅は餅屋だからね。俺らは走り屋だけどな。当然バイクも転がすから、プロ騎士のみんなバイクでかっ飛ばす快感が味わえるかもしれねえぜ。私たちと郊外を突っ走っちゃおう。有名っていうだけあってメンバーもたくさんいるんだよ。一番有名なのはやっぱカリュドーンのこの若き大将シーザーちゃんだよね。知名度でいやバーニスの方が上じゃねえか。私は裏で飲み物を売ってるだけのバーテンだもん。どんな飲み物を売ってるかってのはまあ言えねえな。けどバーニスが作るドリンクは郊外じゃ有名だぜ。パイパーとルーシーちゃんもカリュドーンの子だよ。プロ騎士ちゃんはもうあったね。パイパーは一番のトラックドライバー、ルーシーは一番の監督ってとこか。ルーシーちゃんって打倒シーザーちゃんって感じだよね。郊外に来たら2人がどつき合ってるとこ見られるかもね。とあるグラサンダンスから忠告です。間に入ると地獄を見るぞ。ライトのやつも口が減らねえな。そうそう、あいつも出てくるぜ。今回も厄介そうなのに絡まれてやがんだ。郊外にカリュドーンの子のライバルがいるんですか？もちろんいるよ。なあ、走り屋連盟っつうのはあるが一枚岩ってわけじゃねえ。走り屋チームの間にゃ競争もありゃ協力もある。もっか俺ら最大のライバルっつったらトライアンフだな。カリドーンのことはそれなりの因縁があんだ。因縁がね。現覇者であるポンペイのおっさんに免じて今はとやかく言わねえが、ポンペイおじさん最近郊外のみんなはあんまり見かけてないんだって。どこで何してるのかな。はっ、なんであれ次の覇者は俺様だ。覇者？なんだか立派な肩書きですね。ああ、誰でも名乗れるってわけじゃねえんだぜ。郊外の旧油田エリアを支えてんのは石油産業だが、それも走り屋連盟なしじゃ成り立たねえ。覇者ってのは旧油田エリアの走り屋連盟が最強と認めるトップだ。そりゃもういろんななんだっけか。まあちゃんと覚えとけってルーシーちゃん言ってたのに。ほほん。連盟のトップは輸送ルートの割り当てを好きに決められるんだよ。ニトロフューエルの原液を独占できるバーテンみたいな感じだね。ああ、全走り屋が覇者の座を狙ってる。それをめぐって繰り広げられるのがフォローを突っ切るクロスカントリーツール・ド・インフェルノだ。レースですか。きっと手段を選ばない感じなんでしょうね。何言ってやがる。みんな正々堂々やるに決まってんだろ。何やらツール・ド・インフェルノにまつわる伝説もあるそうで、これは波乱の予感ですね。ツール・ド・インフェルノの準備のため頑張っているシーザーとバーニスですが、情報屋である私はすでに2人のエージェント資料を準備しています。へえ、俺様の評価はどんな感じだ？すっごく楽しみ。キングシーザー、郊外最強の走り屋、 S 級物理属性の防護エージェントで盾と剣で戦うのが得意です。敵の攻撃を盾でジャストガードできればそのダメージを無効化しつつ特殊スキルまたは強化特殊スキルが発動。
ジャストガードやパリシエンなどを発動すると周りの敵にデバフをかけ被ダメージをアップさせます。うまくいきゃ攻撃しつつデバフもかけられるぜ。そうです。シーザーがエージェントとして戦う際は強化特殊スキル、連携スキル、集結スキルで出場中のメンバーにシールドを提供しつつ中断耐性レベルを上げることが可能。集結スキル発動時は盾を振り回して王者の構えで突撃、敵にダメージを与えます。なあ、俺様は守るのが得意だが腕っぷしにも自信ありだぜ。さすがシーザーの姉子、強くてタフなんですね。チームを守れてこそのドンだからな。では次はバーニスを見てみましょう。バーニスは S 級炎属性異常エージェントです。彼女は左右の手に火炎放射器を持って戦います。ステアとシェイクはすごいよ。戦闘に入るとバーニスは火炎放射器のステアとシェイクで交互に火を吹き、俊敏な動きで敵の攻撃をかわします。2つの火炎放射器を同時に使用し短時間でダメージと炎属性の状態異常蓄積値を大量に与えることも可能。着火点がたまるとバーニスがスペシャルフューエル状態になり、味方の攻撃が敵に命中するとエンバー効果が発動、追加の炎属性ダメージを与えられます。バーニスは強化特殊スキルによって短時間で熱傷効果を付与すると同時に着火点を貯めます。彼女がスペシャルフューエル状態に入れば他のメンバーでもエンバー効果で炎属性の状態異常蓄積値を蓄積可能。バーニスのエネルギーが溜まった時に集結スキルを発動すると空中から炎を噴射します。お、またチャレンジャーだね。お相手しちゃうよ。けどバーニスにはこんなの一人だって朝飯前だぜ。確かにカリドーンの子に加わる以前は彼女もソロだった時期がありますからね。前から思ってたんですけど、バーニスは周囲を元気にするタイプですね。自由気ままで能天気、悩み事も焼き払ってしまいそうですから。火炎放射器で飯を作ろうとする以外は完璧なダチだぜ。悩みなんてバーニススペシャルで一発だよ。皆様は郊外でバーニスと奇妙な出来事に遭いより仲を深めることになるでしょう。さらにバーニスからもサプライズが。ぜひその目で確かめてください。シーザーの方は自然とリーダーシップがにじみ出てますね。 99% 頼りになるよ。どんなトラブルも理屈攻めだからね。つまり力技という。ちなみにあと 1% は壊れやすいものはシーザーちゃんの手が届かないとこに置くといいかも。それでよくルーシーに怒られてるわけですか。もう激おこ。カリドーンの子は仲良しで微笑ましいですね。そうだ、カリドーンの子のメンバーといえば頼もしいシンクのモックスを忘れちゃダメだね。ああ、そうでした。カリドーンの子のボンプであるシンクのモックスは特殊のバイクで戦場に現れます。連携スキルを発動するとバイクで敵に突進、爆発を引き起こします。さてさて次は私が一番楽しみにしていたコーナーですよ。 1.2 では6000チャンネル燃ゆる警官と高嶺の火花でシーザーとバーニス2人のエージェントを招集できます。前半の変調では限定 S 級エージェントシーザーと S 級温動機猛進する牙が登場。楽しみにしてるぜパエトン。後半の変調では限定 S 級エージェントバーニスと S 級温動機バーニングシェイカーが待っています。腕が鳴っちゃうね。もちろんシンクのモックスも皆様にお目見えですよ。さてプロ棋士の皆様、お待ちかねの交換コードです。期限内に交換することをお忘れなく。メインストーリーの他に
面白いイベントも盛りだくさん。物語は郊外のダイナーから始まります。お、ブレイズウッドの街じゃねえか。その通り。イベント覇者歓迎の宴では町長の依頼で荒れ果てたダイナーを復興させるため従業員として働きます。ダイナーを経営する過程で郊外のあれこれに触れるほか、カルドーンのこのエージェントとも会えますよ。さらに報酬として永久エージェントルーシーと直接協力関係を結べます。お嬢様の凄みってやつを味わうことになるぜ。そういえばゲーセンに怪奇旅団って新作が入るんだってね。プレイヤーは小さな旅人になって道中で出会う仲間と一緒に敵をやっつけるの。そうです。探索中さまざまなステージでランダムにアイテムを入手でき、プレイヤーの戦い方や生存能力を左右します。遊ぶたびに違う楽しみがありそうだな。イベントを達成するとポリクロームや怪奇旅団の仲間を解放できますよ。そしてイベントエーテル巨境漫遊では05フォローから出土した旧文明のコンピューターをジャトヤから受け取ります。ニコによると重要な情報が隠されているとか。あの2個からってだけでもう不安だぜ。何が入ってるんだろう。そこはプロ棋士の皆様とフェアリーに頑張っていただきましょう。新エリート内にも気軽に楽しめるイベントが登場。ニューススタンドでパズル。その通り。雑誌エリーガイドのパズルイベントに参加することでいろんなパズルを開放できます。パズルでは新エリートの面白い一面が見られます。達成したらポリクロームと名刺をゲットできちゃうよ。そういえば雑貨店141が夜市を主催するって。情報通なのは私だけではないようですね。皆様はショールの協力のもと一緒にイベントを開催します。順調に終わればお礼として報酬がもらえますよ。1.2 では一連の戦闘依頼が追加。さらに要警戒狩りとエキスパート挑戦の新ステージの他にドライバーディスク、ケイオスジャズ、プロトパンクも新登場。定期相当でゲットしましょう。皆様の素材集めをサポートすべく 1.2 では報酬2倍イベントも開催されます。まだまだたくさんのイベントが実装されます。ぜひその目で確かめてみてください。他にも面白いもんが増えるんだって。はい。 1.2 では新たに調査員講座が実装。4種類の講座を受講し調査員のフォローにおける日常を体験したりフォローの知識を学んだりできます。各実践講座では陣営によってさまざまなバフが提供され、まだ協力関係を結んでいないエージェントと強敵に挑むことも可能です。また戦術講座開放後自分のエージェントを駐在させ経験値を獲得できます。来てくれたばっかりのエージェントでもすぐ戦力になれちゃいそうだね。また05フォローにも新たな変化が。 1.1 では凋落火炎の解放条件を緩めており、前提となるステージをクリアすれば OK でレベルは不問。そして 1.2 では凋落火炎に戦撃モードが追加。 TV モニターが省略され爽快なバトルを堪能しつつ毎週調査ポイントを獲得可能です。戦闘後にはランダムで同じスタイルのレドブレムが複数入手できます。このモードでは挑戦項目を選んで難易度を上げると獲得できる調査ポイントが増えリターンも大きくなります。好きなように楽しみましょう。そんなの最高じゃん。バージョンアップの後ログインボーナスでそれぞれ10枚の暗号化マスターテープとポンプチケットもありますよ。やったぜ。それはそうとゲームの改善についてだがよ、ミスター Z なんか特ダネがあるんだってな。洗いざらい入っちゃってミスター Z。 まずは注目の TV モニターについて。条件を満たすと達成済みの TV モニター探索を含む依頼の観測データと報酬をフェアリーが一定時間で自動取得してくれます。つまり一度探索するだけで探索パート内の全報酬を簡単に獲得できるということです。また TV モニターの演出も改善され一部イベントの高速再生スキップに対応。よく出るイベントのいくつかは
インタラクト方法を調整し、ズーム演出も減ります。とにかく新バージョンで TV モニターは大幅に改善されました。プレイすれば必ずご実感いただけますよ。やったー！新バージョンでは予備バッテリー機能も導入されます。普段忙しいやつには朗報だな。ログインできなくてもバッテリーを貯められるから、時間のある時一気に使えるぜ。その通り。次も待望の機能ですね。1.2 ではクイック編成にてあらかじめエージェントを選択しておき、チーム編成を保存できるようになります。またボンプを連れていくかについても自由に決められます。その他指揮防衛戦で手軽にチームを交代可能になりました。すっごく快適になっちゃうね。最高だぜ。毎度組み替えなくて済むんだな。ずっと待ってたんだよね。そういえばもっとたくさんのエージェントを街で操作できるって約束、そっちはどうなってるのかな。1.2 ではシーザーとバーニスの視点で新エリートを歩けます。さらにいつでも主人公兄弟の切り替えができますよ。よりどりみどりってわけだな。やったぜ。バージョン 1.4 では全エージェントで街を歩けるように。 1.2 からある程度メインストーリーを進めた後は自由に時間を進められるようになり、タスクの進行がスムーズになります。さらに多くの計画が順調に進行中です。番組も終わりに近づいてきました。それでは次に、まだあんのか？まだあるの？最後にちょっとしたサプライズがあります。熱いパフォーマンスが始まるぜ。リズムに乗って一緒にはしゃいじゃおう。 How is everyone doing? My name is Yi from Sanzi Studio of Zenless Zone Zero. Rather than me introducing myself, let's all get started and enjoy the music. Yeah? So proxies, are you ready to enter the hollow? Yo, what's up, Graveyard? Show me some energy, okay? Let's go! Let's go!
gas, quick to a less little game. Watch out, straight to danger, straight to stand, all around the zone, ready. Can't make man, make communicate the battle. He's bad and grand, he's fast and natural. Each time he's thinking, atomic bomb, beware, you and that song, he along. Okay, all the way to the echelon. To get free, to the first time. Twist the list, here's the list, the chest is mixed, build up the master on. Enthusiasm, depend the casting, bring all your whole core round to us. You got a nonce on the side of my rock, so be my gas, I will let you get. 3, 2, 1, sings fat, that rest, will never die, so I'll lie. Yo, let me see your hands in the air. Put your hands up. 1, 2, 1, 2. Everybody, let's go. So I'm alive. One more time, okay? 1, 2, 3, 2, 1, let's go! So I'm alive. Enemies closing in. Time keeps running out. I'm running on adrenaline, but you can never break me down. Zenless level accelerating. City on the brink, do you hear the roar? Time ticking on the clock, yeah, you want more. We're pushing back the apocalypse. A wildfire when they send me in. I'm unstoppable when I understand. I got lost in the hollows, I'm steady aiming not to break through. In this flow state, I can promise you I'm unbeatable. Warning, target detected. Couple seconds and I'm elevated. Yeah, I'm locked in on my enemies, not my Zenless level accelerating.
is the last drop. So show me all your energy, okay? One, two, let's go! See you next time!